でお肉返します。はい、こんにちは、シェフのハビューです。今日は牛肩ロースのステーキを焼いていきます。はい、それでは材料紹介です。牛肩ロース、クリームチーズ、生クリーム、牛乳、バター、ルッコラ、ニンニク、黒胡椒、塩、オリーブオイルです。はい、それでは今日は肉料理シリーズということで、スーパーで買ってきた牛肩ロースのステーキを使った美味しい焼き方をやっていくんですけど、それと一緒にですね、今日は濃厚なチーズソースを、一緒に紹介していきたいと思います。はい、まずはこのスーパーで買ってきた牛肩ロースのステーキをパックからバットに出した状態です。で、これにまずは表面にですね、まんべんなくこう塩をしてあげて、で裏面も同じです。でこれで最低10分から15分ぐらい置いていくと、この肉の表面に余分な水分が出るので、それをしっかり拭き取ってそこから焼いていきます。はい、それでは今お肉を脱水させているところなんですけど、よくですねコメントとかでお肉が硬くなっちゃって全然うまく焼けないよっていうコメントをですねよく拝見させていただくんですけど、その時にですね一番大事になってくるのは焼き方というよりも、まずはお肉の部位選びが大事なんですよ。だからスーパーに行った時に、サーロイン、もも肉のブロック、牛肩ロースっていう大体この3種類が多めにあるんですけど、この牛肩ロース買ってください。でこの牛肩ロースは脂とその赤身のバランスがいいので、そもそも焼いてもですねそんな硬くならない柔らかい部位なんですよ。なので、牛肩ロース今日選んでます。であとはサーロインとか、そのもも肉っていうのはあると思うんですけど、これは結構お肉焼き慣れてる人だとうまく焼けるような部位になってくるので、まずはですね牛肩ロース焼き慣れてから次のステップとしてサーロイン、もも肉のブロックっていってステップアップしていくのがおすすめです。で今日のお肉はステーキって言ってもそこまで厚みがあるステーキではないので 1.5 センチぐらいなんですけど、そのお肉はそんなにそこまで長い時間休ませたりしないので、今日はですね最初に絶品の濃厚チーズソースを作っていきたいと思います。はい、それでは小鍋の中にまず生クリームと、あとは半量の牛乳ですね。でこの中に今日ポイントになってくるのがクリームチーズ入ります。でクリームチーズがですねやはり酸味があるので、ソースが重すぎずにいい感じの軽やかさも出るので、クリームチーズ入れるのおすすめです。でクリームチーズはですね冷蔵庫から出したてだとちょっと硬すぎるので、常温に戻してからの方が使いやすいですね。でこの状態だけではまだソースとしては完成してないんです。ここでポイントなのはですね、さらにニンニクちょっと入ります。ニンニクのすりおろし、これを少し入れてあげるとですね、濃厚なチーズソースにパンチが入るので本当に美味しいです。あとはあくまでもお肉のソースなのでちょっとピリッとした風味も必要なので、粗挽きの胡椒、これを少し多めにすってで混ぜ合わせます。あとは塩少し調整して、で塩が入ったらあとはこの状態で加熱してとろみがついたらもう完成っていうような簡単なソースなんですよ。これがですね濃厚なお肉とすごく相性がいいので、早速これで加熱していきます。でまずはこの今全部入った材料を温めて、クリームチーズがですね、少しまだダマ状態なんですよ。これをもう溶かしてあげるってイメージだけですね。本当に簡単ですよ。もうこれ全部入れて火にかけるだけです。でもこれがですねたまらないソースになるので、一度沸騰させてとろみをつけていきます。はい、それでは沸いたら一回火からですね下ろします。で下ろした状態でこう混ぜ続けます。そうするともうだいぶクリームチーズがですね溶けた状態になっているので、はい、それでは今数分煮たところなんですけど、完全にこう綺麗なとろみがついて、これがですねこれからお肉焼いてってちょっと火から外して冷めるとさらにこう濃度がつくんですよ。なのでこれぐらいでちょっと止めておきます。はい、それでは今10分ほど経って
お肉からこう表面に水分が出てきたので、これをしっかりと拭き取ります。で裏面もしっかりと、ここで下味がついているので実際焼くだけでも美味しい状態が作れてます。でここの水分をしっかり拭き取らないと、この後お肉の焼き目がつきづらくなっちゃうので、本当にしっかりですねペーパーで拭いてあげるのがポイントです。でこれからまずは僕は鉄フライパンでやるので、強火で温めてちょっと煙が出る状態までしていくんですけど、これは今このお肉をここに入れるとフライパンの温度が下がるので焼き色がつきづらくなってしまうから、温度を上げるんですよ。でも鉄フライパンがないっていうご家庭がとても多いと思うので、そういう場合は全然テフロンでも大丈夫です。テフロンでやる場合は空炊きはできないので、まず多めの油を入れてしっかりと熱して、で熱々になったところにお肉を入れるっていう風にすれば大丈夫です。で煙が出てきたので、鉄フライパンの場合はテフロンよりは少なめのまずはオリーブオイルでいいと思います。で再度焼くときに塩します。塩で下面を必ず下です入ります。で聞いてください。お肉焼くときこの音、必ずこの音鳴ってることが大事です。でまずはお肉1分ぐらいですね焼いていきます。でなるべく火は強火のままですね。でひっくり返す時にまたですね、この塩してない面にも軽く塩をしてあげて、でお肉返します。はい、それでは今両面1分ずつぐらい焼いたので、そしたらバットにあげます。で今お肉引き上げた状態なんですけど、まだ、焼き色は軽くついてるんですけど、バッチリ色ついてる状態ではないので、1回ですね焼いた時間の場合休ませて、でそこから最後に焦がしバターで焼き色を最終的にガッとつけて、切り分けをしていくっていう感じですね。であとは肩ロースっていうのは基本的にサーロインと違って、このお肉の中の部分に脂と筋があるんですよ。でこの部位も硬いところと柔らかいところいろいろあるので、ここをですねちょっと掃除してから最終的に仕上げをしていきます。で今焼いた時間休ませてる状態なんですけど、休ませてる時に、アルミホイルしたりとか保温したりっていうのをステーキするんですけど、この肉の厚みだったらそれやらなくて大丈夫です。大事なのは焼いた後に今肉の表面ピカピカしてる状態、これは火が入ってる状態なんですよ。でこの状態で掃除始めていきます。で休ませていくと、ここにお肉のうまみ、肉汁があるのでソースに入れておきます。で基本的にこの真ん中に脂と筋があるので、そこを外していきます。そんなに難しく考えることなくても、この油のところを外して、で包丁じゃなくても手でも外れるので、はい、そうすると今お肉の部位とで脂と筋の部位ですね。でこれを、最終的にこれすごく細かくなっちゃうんですけど、お肉触ってみて柔らかいところはちょっと長めに先に焼き始める。で硬いところはさっとっていう、そこら辺でやらなくてもいいんですけど、こういう調整が大事です。でこのお肉の部位とで脂と筋の部分は最初にですね仕上げに焼いていくときに、牛脂のような役割で、一緒に牛の香りを出すときに焼いていきます。はい、それではお肉が休んだので仕上げをしていきます。で火を入れたら、まずこの脂身と筋を加えて牛のこの香りをですね出していきます。でもちろん脂身筋が好きっていう方はこの後これも食べれるので食べちゃってください。でちょっと野菜炒めみたいな感覚でお肉の脂と筋を
こう炒めます。はい、で筋と油が焼けてきたので最後バター入れます。でバターが溶けてきたらこの柔らかいところから戻して、でこのバターの油をですねお肉に回しかけて、で焼いていくとどんどんバターが焦がしバターになってくるので、その焦がしバターをかけていくと香ばしい色と香りがですね肉につくので、これを回しかけてあげる。でひっくり返します。で同じ裏面もかけて、そしたら他の部位も最後加えて、今ちょうど焦がしバターのいい感じの色になってきているので、これをですねこのお肉に全部に回しかけて、それではいい感じに焼き色がついたのでバットに引き上げて切り分けしていきます。はい、これで牛肩ロースのステーキと濃厚チーズソース完成です。はい、いただきます。ルッコラと合うね。これはもうめちゃくちゃ幸せですね。で今日はこの柔らかめのお肉に濃厚なクリームチーズのチーズソースをつけたんですけど、最後にルッコラにバルサミコをかけたガルニチュールというか野菜を付け合わせしたんですけど、そのルッコラとこのチーズソースのですねかなり組み合わせが良くてですね、全部一緒に食べるともうたまらない組み合わせになってます。今日はですね本ワインの最終章のイタリアワインで、これルーチェって言うんですけど、ルーチェってイタリア語で光って意味なんですけど、これは中部イタリアのトスカーナ州で作られているワインでスーパータスカンって呼ばれていて、トスカーナ州だけで作られるすごく高品質なワインをスーパータスカンっていうんですけど、その中に入っているのがこのルーチェですね。これはですね本当に高価なワインなんで、ちょっとこれと今日はこの牛のステーキと合わせて飲んでます。はい、ごちそうさまです。今日のステーキなんですけど、これに合わせた濃厚のチーズソースとこのステーキの組み合わせ最高なので、ぜひ、作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。